機動戦士ガンダムサンダーボルトテレビエディション第3話が放送されました。前回はサイコザクはバリ高性能悪魔に見えたフルアーマーガンダムとも互角に渡り合う。放送後にはサイコザクがトレンドワードになっていました。すげえぜサイコザク。しかし先生はメンタルをやられる。ガンダムはトマトを育ててる人に恨みでもあるのか。サンダーボルトは起業もパーティーもしないよ、戦闘ばっかだよ。しかし命が儚く散る場面ばかり見てるとなぜか日常パートも欲しくなる。間に水星の魔女を挟んでみるといいですね。ただし6話と12話てめえはダメだ。では今回も解説感想小ネタを挟んでいくのでぜひ最後までご覧ください。それではシャルウィーガンダム。ジャズの音とともに続く激闘。サイコザクの性能にハイになるダリル。一般人のふりをしてたダリル。この作品やべえやつばっかりよ。しかしハイになるのがわかるほどに獅子をつないだサイコザクの反応と機動性は凄まじく、徐々にガンダムを追い詰めていく。バックパックをパージする。フルアーマーガンダムフルアーマー抜きになる。コーネリアスたちは白兵戦。先生は自爆する作戦。やはりヒーロイズム継承は止まらない。銃を向ける連邦軍に冷ややかな視線。軽快な音楽と対照的に目に力のない兵士たちの様子が恐ろしい。やはり戦争は綺麗事ではない。ガンダムはそれでも重装備。少しかすったら誘爆して終わるのではとヘビーアーム済みを感じる。ダリルとイオは共に被弾。自爆しようとする兵士を説得するコーネリアス。メガネ同士で伝わるシンパシー。明らかずらっぽいやつはプラン B に移行する。説得する裏で何かやってる。ビームサーベルで蒸発する兵士たち。これは日後限界突破。 BPO よ、これがガンダムだ、怖かろう。先生はフレトマショックしてしまう。もうガンダム作品でトマト見ると胃がキュッとなってしまう。身構えてる時でもトマトはやってくる。装甲を外すガンダム。ガンダムはすっぴんでもべっぴんさ。ズラの人は発動しない自爆スイッチを振る。まるで塩が固まって出ない時からの爆発。幸せな夢を見るダリルに落雷。1話でイオに味方した雷は今回はダリルに味方する。雷はアナハイムのごとく兵士に平等です。相打ちになる両者。爆散してしまうサイコザク。捕虜になるイオたち。先生が回復次第リユースサイコデバイスは量産されるらしい。こんなん量産されたら連邦は叩き潰されますよ。サンダーボルトの倫理観仕事しろ。株式会社ガンダムなんとかしてくれよ。イオはマッパでも強気。筋肉は全て解決してくれるとか言いそう。戦争はまだ終わらないとイオは言う。ジムでビグロと戦うお姉さん。シールドでビームを防ぐ。シールドちゃんと意味あったんですね。ジムでビグロを倒す。これはすごいんじゃない？お、元祖サイコザク。マニアックな機体が動いてるところが見れるのは嬉しい。青バクが燃えてしまう。だって青バクなんだぜ。しかしサンダーボルトは効果音が素晴らしい。ファーストガンダムへの敬意も感じる。陸眼 S の群れ。アンテナがなくて機体で視聴をするあたりがどうも偽物に見えてしまう。運ばれる先生。ボトム積みが深い。ダリルはゲルググに乗る。ゲルググはほとんどが活躍せず一年戦争が終わったなんて聞いてましたが、ここに投入されてたんですね。そして新型ゆえに操作が異なりパイロットはあまり好まなかったという説をうまくアニメの中で表現してますね。イオ・フレミング、怒りの全裸自力脱出。君ガンダムファイトに出れるかもよ。そして2人はティッシュを求める定め。そしてまさかの連邦がジオングを手に入れる。風向きが変わってきたわね。スペースお坊さんはお経を唱える。打って変わって飛行機同士の対戦へ。これがトップガンマーヴェリックですか？モビルスーツを出せいと思ったら、お、こいつは？ダリルは海でご機嫌。アッガイで夜の海へ出る。ビアンカは地球に来てはしゃぐ。癒し枠が増えましたね。助かります。玉砕で特攻してくるシャトルに出ましたね。アトラスガンダム。独特なフォルムに放つ武器がかっこいい。一発放ち捨てる。コスパ悪くない？サーベルでシャトルを真っ二つ。またもガンダムウィングのオマージュですね。わかります。ターミネーターのシュワちゃんのポーズで着艦。エンディングへ。乾燥&統括。最初はアンバランスで独特なフォルムだと思っていたアトラスガンダムは動いてるところを見ると、いやーやはりかっこいいですね。しかしながらサンダーボルトテレビエディションは今回で最終回。アトラスガンダムの活躍をもっと見たかったですね。そしていやーやはりショッキングなビームサーベルの描写。ソラ先生も精神崩壊しますわ。
水星の魔女11話を見て精神回復してほしい。ビームサーベルは人を蒸発させるためのものではない。風呂を沸かすためのものです。サンダーボルトは大人のガンダムと聞いていたので、ポロリを期待していたのですが、そんなものはなかったぜ。V ガンダムの時にも同じような描写があり、この時の富野監督はおかしくなったとか、黒富野とか言われてますが、サンダーボルトはこれが平常運転です。PPO よ、これがガンダムだ。怖がろう。アトラスガンダムデザインの裏側。3話でアトラスガンダムが登場しますが、フルアーマーガンダムやサイコザクとは雰囲気がかなり違います。一年戦争後に開発された地球連邦軍のガンダムタイプのモビルスーツ。その名はギリシャ神話の天を支えると言われる神、アトラスに由来すると言われています。俗に言うガンダムタイプに分類されるモビルスーツですが、その開発経緯ゆえに様々な点でガンダムタイプどころか、通常のモビルスーツともかけ離れた得意な性能と外観を有しています。構造にジオン軍の水陸揚々モビルスーツを参考にした球体関節を採用し、人間でいう脊髄にあたるパーツを背中に追加しています。従来型のモビルスーツより人間に近い構造になっているため、関節可動範囲も広く、結果として四肢が細く、マラソン選手のようなアスリートチックなシルエットになっています。試作機としての色が濃いため、武装も他の連邦モビルスーツとは毛色の違うものが多く、アトラスガンダム専用に開発された大型レールガンを装備し、3本のレールで砲弾を加速して発射します。サイズは機体前後に匹敵するが、腕部に直接接続することで片手で扱うことができます。またビームサーベルを両肩に1本ずつ収納されており、大気圏外から特攻してきたコムサイを一刀両断するという鮮烈な実戦デビューを飾りました。コムサイを一刀両断可能なほどのリーチと出力を誇る専用のビームサーベルを装備しています。デザインについて大田垣先生は、五輪の水泳選手の水着のイメージでオレガンダムを作ろうとした。戦後に開発されたアトラスガンダムは流線形も入っています。そういう遊びがあるのは平和になった証拠なんですとも話していた。余談ですが、フルアーマーガンダムの場合は、昔のガンダムは少し丸みがあって子供の顔っぽくも見えるのですが、面長に変え鼻筋を強調し大人の顔にしているとのこと。ジオン軍から見るとガンダムが圧倒的な強さの白い悪魔のように映るので悪人面にも見えますが、目パーツはガンダムと同じですが、結果それで悪役に見えるようですね。さて来週はガンダムナラティブ大ヒット作のガンダムユニコーンのその後を描いた作品です。これは要チェックですね。毎週ガンダムが見れる喜びはまだまだ終わらない。しかしどうせならサンダーボルト最後まで見たかったですね。では今回はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。動画作成の活力になるので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。